Recording in progress. これで了解。いきます。ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマ、ハレハレ、ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマ、ハレハレ、ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマ、ラマ、ハレハレ、ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマ、ラマ、ハレハレ。クリシュナ、チャイタンニャ、プラブ、ニチャナンダ、シュリアドバイタ、ダダラシリバサリ、オラバタブリンダ。ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマ、ハレハレ、ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマ、ラマ、ハレハレ。ハレクリシュナ、ハッピーニューイヤー。サッチャ先生、マクラさん、マフグラさん、キージャイ。バガットギーター、キージャイ。はい。どうも。今年もよろしくお願いします。あ、緊張した。よいしょ。どうですか？聞こえたでしょうか？みんなマイクオフになって先生、マイクがオフになってますか？すみません。Yeah, it was a little bit broken, but it sounded really good. ちょっと音が割れてたけど、うん。声はよく聞こえてるし、あ、そうですか。みたいなちょっと、なんかね、やっぱりいろいろ、うん。いや、調整しようとしたけど、できませんでした。難しいです。You have a nice voice. あ、thank you very much. And it was the tune, the melody was very mediocre. メロディーがとってもね、元気になる賑やかなメロディーでよかった。ええ。
これはマハートマさんのオリジナルソングです。Yeah, I liked it very much. So great to be with you on the new year. また新年でこうして皆さんと一緒にいられてとても嬉しいです。We had a little ceremony here with our grandkids for the new year. その新年にあたって、ちょっと孫がいるんだけど、孫が孫たちと一緒にちょっと儀式をやる。And we reflected on what we were grateful for last year. で去年ね、何に経験したおめでとうございます。ワトゥさん、なんか前かい。ハリボー。リボー。ECC Key Joy. あいしいし。テンプルですよ。 What temple? Oh, so. うん。 So anyway, so we reflected on last year what we were grateful for, and then also what we learned and some area of our life that maybe we improved, you know, less angry or more kind. で、その去年ね、このが、例えば、こんなことを、例えば、怒らなくなったとかね、あんまり怒らなくなったとか、そういうことを考えてみましょうと。And we wrote that down. で、それを書いてみて、And then we wrote down how we want to improve ourselves in the next year. で、この今年になって、去年の暮れにこれやりましたからね、じゃあ来年はどういうことをもっと自分をね、どういうふうに良くしていきたいかっていうことを全部こう書いてもらったんですね。And then we put it in the salt で、それをボウルの中に入った塩肉を入れて、with water で、お水を入れて、and candles で、キャンドルを燃やして。because the salt is a crystal. っていうのは、塩っていうのはね、クリスタルですからね、結晶になってますから。And it can absorb and transmit vibrations. Right? で、その結晶でもって、いろんなバイブレーションをね、こう吸収してすることができるんですね。And that was our little ceremony. で、そうやってちょっと儀式しました。And then I asked them to thank God for their life and the source of their life. そして、その神様に感謝して、で自分の命の源に感謝しましょうっていうことを彼らに言ったんですね。And pray to remember him in the new year. で、新しい年にあたって、その神様のことを思い出すことができるようにお祈りしましょうと。I didn't want to get too religious. あんまり宗教的にやりたくなかったんで、その程度でしたけど。And today, I have an onagai arimasu. で、今日は皆さんにちょっとお願いしたいことがあります。So I had a younger brother. 今日ね、自分の弟さんがいたんですけれども、He was six years younger than me. で私よりも6歳年下なので、60何歳 ?7 歳。Yeah. Yeah. And 67歳。his name was Dan. で彼はダンさんという名前だったんですね。ダン。D-A-N。But today he passed で今日亡くなりました。kind of suddenly. He wasn't very healthy. あまりちょっと病気がちだったんですけれども、So I wonder if we could just all close our eyes for a minute. で今日は皆さんにね、ちょっとだけ目をつぶって、And just assent to yourself in your heart. で、また心の中でね、自分に言ってみてください。And just send out your love and your compassion to Dan. そしてあなたの愛とその同情の気持ちをね、そのダンさんに送ってください。We wish that his transition on the other side is very smooth. で彼がそのもう一つの別の世界に移り変わっていくのがとてもスムーズに行われますように。And that he feels God's love. そして神様の愛を感じることができますように。And that he is surrounded by God's light and protection. そして神の守りと光に
包まれていますように。And let us chant one Hare Krishna mantra together. そして皆さんと一緒にハレクリシュナマントラを一つだけ唱えさせてください。For Dan. ダンさんのために。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much for your blessings. ありがとうございます。皆さんの恩恵をいただいてありがとうございます。He's very lucky to have devotees remember him. ディボティの皆さんにね、思い出していただくことができたこれはとてもラッキーだと思います。そうですか。私と、同い年ですね。弟さん。驚きました。セーブン Yeah, yes. あなたは徳田さんは弟私もサチャ先生を兄のように尊敬します。私は1956、1956年に生まれました。同じ Yeah, same, same. 同じ年。同じ年です。 We're a baby. 何回のせいですかね。私もいつ死ぬか分かんないから気をつけない。もうそういう年になってしまいました。Well, there's an echo. 徳田さん、ちょっとミュートしてください。はい、すいません。 Okay, well, today's verse actually is very much related to death. で今日の説は、その死ということにとても深く関連のある説です。Today we're on verse 9, I think, of chapter 4. 今日は第4章の9節ですよね。And so in this chapter, Krishna reveals himself as God. でこの章では、クリシュナは自分は神だということを、表しています。And he speaks about the differences and the similarities between the soul and the super soul. そして魂とそのスーパー魂、超霊魂との違いというもの、そしてそれの類似点は何かということをここで説明しています。Yeah, and in this chapter, up until now, Krishna has explained how he incarnates. でこの章に来るまでは、クリシュナはどのようにその化身として降りてくるかということを説明しました。And also why he そ incarnates. してなぜこのように降誕されるかということも説明してきました。How he incarnates is he comes in various incarnations. でどういうふうにこの地に来るかというと、そのさまざまな化身として現れると言ってます。And when he comes, he doesn't come in a material body. そしてクリシュナが降誕されるときには、物質的な体を持って降誕してこないと。He comes in his original spiritual form. で主は主のオリジナルの精神的な体を持ってこの地に降誕される。And just like an actor, he has many forms. で役者さんもそうですよね。たくさんのその姿でいろんなことを演じます。But simultaneously, he has his original form. でも同時に彼にはその役者のそのオリジナルのね、姿がありますよね。Yeah, so that's how he incarnates. でそうやってクリシュナはその化身として現れてくださいます。But he's also explained why he incarnates. でそこでなぜそういうふうに化身として現れるのかということも説明しました。Especially in verses 6 and 7. 特に6節、7節のところで。So let's review 6, 7, and 8, and then we'll read 9. じゃあ、6、7、7節を読み返してみて、それから9節に移ります。誰か読んでください。はい、かいちゃん。Yeah, so in 6, we have how he incarnates. で、6節のところでどのようにクリシュナが、化身として現れるかということが書かれています。Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates,
And although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. 6節お願いします。私は生まれることなく、滅することなく、私の超越的体は、超越的体は、海上不変である。私はすべての生物の主光種であるが、どの時代にも原初の超越的な姿で出現する。Yeah, so that verse answers the question, how does God incarnate? で、この説でもって、その神がどのように化身として生まれてくるのかということが説明されています。Now let's read 7 and 8. じゃあ7節と8節ね。Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. 宗教が正しく実践されなくなったとき、反宗教的な風潮が世にはびこったとき、バラタ王の子孫よ、私はいつどこへでも現れる。So really there's one path, and that is the path of surrendering to God's will. そして本当は一つの道しかなくて、それはどういうことかというと、神の意志に沿うということですね。そういう道しかないと。And to one degree or another, most religions have that in their teaching. まあ、その程度の違いはありますけれども、その宗教というのは、そういうものを必ず含んでいるものなんですね。But gradually that teaching becomes lost. しかし、その教えというのがだんだんなくなってきてしまって、失われて、And so many other teachings are replacing it. で、そこで他の教えがそこに入ってきてしまう、介入してされてしまう。Or there are many, most of the people aren't following the real teaching anymore. あるいは、その大体の人がその宗教の人は、その宗教に、その特定の宗教に入っていても、その教えに従わない人の方が多くなってしまう。Yeah, and the demoniac forces are greater than the transcendental forces. で、超越的な力よりも、その悪魔的な力の方が大きくなってしまう。And so Krishna comes to rebalance そうな that. ると、クリシュナが来て、それをまた調節してくださるんですね。And then we have verse 8. そして8節に行きます。To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I myself appear, millennium after millennium. 信心深い者を助け、邪悪な者を懲らしめ、宗教原則を再確立するために、私はどの時代にも降臨する。Yeah, so either Krishna comes himself, or he expands himself, or he empowers a jiva to reestablish the principles of religion. で、宗教の原則を立て直すために、クリシュナご自身が来るときもあるし、クリシュナの代理人をよこすこともあるし、and what was the other one? He comes by himself and he says He empowers someone yeah, like Jesus. Yeah, I know. The second one said, I don't remember. 忘れたそうです。The point is actually he doesn't actually have to personally come. で、クリシュナはね、クリシュナご自身がここに現れる必要はないんですよね。Yeah, at least to annihilate the irreligious factors, he doesn't have to come to do that. 少なくてもその反宗教的な人たちを消滅させるためにこの世に来る必要はないです。Yeah, so the reason he comes is to give pleasure to his devotees. で、クリシュナがこの世に降誕されるその理由というのは、ディボーティーに喜びを与えるために来るんですね。And also to attract people to God. そして神に人々の心をなんていうの、見せらせるために魅了させるために。日本人ですか？日本語忘れました。だから人々の心を神に引きつけるためにね、
このように講談されるわけです。Right? It's like an advertisement. Please come back to the spiritual そ world. う広告塔のようなもんでね、精神科医に帰ってくださいっていうふうにそう広告するわけですよね。Right? Without that advertisement, nobody would know and nobody would want to go. で、そういう広告がなければ誰もその神の国のことを知ることもないし、神のことがわからないわけですから。Yeah, so I'm speaking of it lightly, but the material world is created by God and it has a purpose. で、私はこういうふうにちょっと軽い感じで話してますけれども、この物質世界というのはやっぱり目的があって神が作られたものなんですね。Yeah, so he wants the souls that once they get entangled here to find a way out and come back to him. で、だからそのクリシュナ神様っていうのは、この魂たちがこの物質世界の中で束縛されてしまうんではなくて、そこから神のもとに帰ってきてほしいわけですね。But he doesn't go against the soul's free will. しかし神様は決してその魂の自由意志の邪魔をすることはありません。So he doesn't force anyone to go back to Godhead. だからその人々、魂たちを強制的に神のもとに返そうとはしないんですね。But he entices people to want to go back to でも God. ね、神様のもとに帰ってくるようにってこういろんな方法でこう私たちをそっちの方向に向けさせようとしてるんですね。Just like an expert leader. でそれはとてもうまいリーダーのようなものですね。Or a very expert, CEO of a corporation or the boss of a company. あるいは会社のね、とってもいい社長さんみたいなもんです。A boss, a Yeah, CEO, yeah. Or he doesn't use fear to motivate his followers or employees. でそういうリーダーたちはね、その人々を怖がらせて、そのこっち側に向かせる、こういう方向に来てもらいたいっていうことはしないんですね。Yeah. He's expert in inspiring others to do the right thing. で、そういうリーダーっていうのは、ちゃんと正しいことを人ができるように仕向ける、そういうインスピレーションを与えてくれる、そういう人たちです。Yeah. So that's Krishna's main style of management. それがクリシュナの主だったマネジメントのスタイルですね。Of course, when things become so hopelessly corrupted, でもちろんね、もう何の希望も夢もないような状態までに堕落してしまう状態になったら、he comes as Kalki, でクリシュナはカルキとしてこのように講談されます。right? At the end of Kali Yuga. でそれはカリユガの最後のところになるんですけれども、And he just says, okay, let's start over. でそこでもってね、じゃあまた初めからやり直そうと。We'll end the game now でもここでゲームが終わりだと。and we'll start over. でそこからじゃあやり直しますと。Okay, so let's read verse 9 today. で、今日の説の9節に移りますね。Very famous verse とっても有名な説です。and very encouraging verse for devotees. で、ディボーティにとっても非常に励みとなる説でもあります。So let's read the Sanskrit and then the word for word translation and purport. で、サンスクリット語と言葉の訳、そして翻訳解説に移ります。Janma karma chame divyam ジャンマカルマチャメデイビアン。evam yoveti tatvata エヴァンヨベティタトバタ chaktva deham punar janma ティアクトバデハ You have to wait just a little. Naiti mam meti sorjuna ナイティマメティスジュナどうぞ。ジャンマカルマチャメディビアン。ジャンマカルマチャメディピャンエヴァンヨベティタトバタエバンヨベティタトパタハティアクトバデハンプナジャンマジャトパデハンプナジャンマナイティマムエティソルジュナナイティマメティソルジュナ
ジャンマカルマチャメティピャン。Dhamma karma chameti. You have to wait a little. Doesn't know what it's chanting. エバムヨベティタッパタハ。 Yeah, see, they're all on mute. ジャクパデハンプナジャンマ。Videha Punarjanma. ナイティマメティソルジュナ。ナイティマムエティソジュナ。いいですか。ジャンマカルマチャメディビアン。ジャンマカルマチャメティピャン。エバンヨベティタトバタハ。エバムヨベティタッパタハ。ティアクトバデハンプナルジャンマ。ジャクパデハンプナジャンマ。ナイティマムエティソジュナ。ナイティマメティソルジュナ。Okay, word for word. Janma, ジャンマ、誕生。 karma, カルマ、活動。 cha, チャ、何々もまた。 me, ね、私の。 divyam, ビビャン、超越的な。 evam, エヴァン、このような。 ya, や、何々である。ものは誰でも。ベティ、知っている。 tatvata, タトバタ、本当に。 chaktva, ジャクトバー、何々はともかくとして。 deham, テーハン、この肉体。 puna, プナー、再び。 janma, ジャンマ、誕生。 na, な、決して何々ない。 eti, エティ、到達する。 mam, マン、私に。 eti, エティ、到達する。 sa, さあ、彼。 arjuna. アルジュナ、アルジュナよ。 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. アルジュナよ。我が権限と活動の超越性を理解する者は、その肉体を離れた後に、再び物質世界に誕生することなく、我が永遠の住処に来たりて住むのだ。 Purport. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. 主がご自身の超越的お住まいから降臨されることは、第6節ですでに説明済みである。 One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. 思考人格心の出現の真理を理解できる者は、すでに物質の束縛から解放されているので、今の肉体を離れるとすぐに神の王国に戻ることになる。 Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. このように生命体が物質の束縛から解放されることは決して簡単なことではない。 The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many, many births. 非人格主義者やヨーギーたちが解放を得るまでには何度も何度も誕生を繰り返し、大変な困難を乗り越えなければならない。 Even then, liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. そうしてやっと得られた解放も非人格的なブラフマジョーティーに溶け込むという部分的なものに過ぎず、再び
この物質界に戻ってくるという危険性を含んでいる。But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. それに比べて、献身者の場合は、主のお体と活動が示す超越性をただ理解するだけで、この体が終われば、主のお住まいに到達することができ、物質界に戻る危険性もない。In the Brahma Samhita 533, it is stated that the Lord has many, many forms and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. 主は無数のお姿で化身されると、ブランマサンヒタ5の33には書かれている。Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. 超越的なお姿をどれほどたくさんお持ちであろうと、すべて一つであり、思考人格心と全く同一なのである。One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to the mundane scholars and empiric philosophers. 世俗的な学者や経験主義の哲学者たちには理解できないこの事実を人は確信を持って理解しなくてはならない。I'd like to stop here and just make a few comments. ちょっとここで止まって注釈を入れますね。Yeah, so this purport is making a distinction between the devotees of the Lord and the impersonalists. で、ここのところでは、その非人格主義者と、それから主の献身者との違いについて述べられています。So the devotee has firm faith in God, ディボーティというのは、主を固く信じている人ですね。right? And is happy to be a servant of God, そして神のしもべであることで、とても満足してハッピーである人。right? It's a difference, it's a different attitude. その態度が違うんですね。Like we mentioned many times, the Buddhist concept of jiriki and tariki. 仏教ではその自力ということと自力本願、他力本願というのがありますよね。And actually, Naomi-san, Sato Naomi-san, she had a question. 佐藤直美さんからちょっと質問がありました。And that was, what does it mean to be an impersonalist and merge into the Brahma Jyoti? 非人格主義者であって、そのブラマジョーティに溶け込むということは一体どういうことなのか。As opposed to a devotee who wants to serve the Lord. それに対して、その主に仕えたいという人、主に自分を捧げたいという人、その違いというのは一体何なのかという質問でした。And so the devotee wants to have a relationship with God, the source of his life or her life. ディボーティというのは、その自分の命の源、その神様との関係を結びたいと思っている人たちですね。We want to feel that loving embrace of God. で、神のその愛の抱擁を受けたいと思っている人たちですね。And enjoy the Lord as our father or lover or friend. そして神を親として、あるいは友達として、主として楽しみたいと。Right? That's our heart's desire. それがディボーティの心からの願いです。Yeah. And we don't put any limitation on God. で、神様というものに制限を全くつけません。Even though we can't understand how he incarnates or how he's many different forms, but he's one form. で、たとえその神様がそのいろいろな形で生まれてきて、で、そういうことが分からなかったとしてもね。Prabhupada said in the purport, で、解説の中でもうプラババとおっしゃってますけれども、he said it's inconceivable to us. で、私たちには分からない、想像を絶することだと。And we don't have to understand. だからそれを理解する必要はないんですね。But we have to have the attitude でも、それをそういう態度はなきゃいけない。
that for God, there's no limitation. で、神様というものにはもう全く制限がないんだと。We don't necessarily have to understand God. だから私たちはその神様を完全に理解するということは必要ではないと。We just accept that anything is possible for him. だから神に関してはもうあらゆることが可能であるということをただ受け入れればいいんだと。Yeah. So somebody who has that attitude だからそういう態度のある人 and that kind of love for God, で、そういう神への愛を持っている人。because nothing is impossible for God, で神様にとってはもう不可能なことは何もないわけですから。even though liberation for the soul is difficult, で、魂が解放されるということはとても困難なことですけれども、right? When the soul surrenders to God with that kind of attitude, で、魂がそういう態度を持って神に自分自身を捧げたならば、liberation is not impossible, it's easy. で、解放は不可能ではない。簡単に解放されることもできます。Right? Not by our own individual それは power, 私た jiriki, ちの自力は自分の力によってではなくてね、but by the power of the Lord. それは神様の力によって解放されるということですけど。And not only that, the Lord Chaitanya, he demonstrated to us, で、そればかりか、チェイタニア神も私たちに示してくださいました。his attitude was, maybe it's not the right time for me to become liberated and go back to Godhead. で、チェイタニア神の態度というのは、私が今ね、ここでもって、解放されて神のもとに帰っていくのは、今そういう時間ではないのかもしれないと。His attitude was full trust in Krishna. だから、クリシュナはもう完璧に信じてたということになりますね。That Krishna, you know better than me even what I want. で、クリシュナ、あなたの方が、私が自分が何が欲しているのかということを、あなたの方が私よりも知ってると。You know better what I actually need. で、私にとって何が必要かということをもっとよく知っているのは、そのクリシュナご自身だ。But I only have one request. でも私はたった一つだけお願いがあります。Even if I have to take birth again, たとえ私がこの世に生まれ変わらなくてはならなくても、don't let me forget who I am and don't let me forget our relationship. で私たちの関係を絶対忘れさせないでください。で私が一体何者かということを忘れさせないでください。So Prabhupada said in the purport that somebody who has that attitude, で、プラバパットは解説の中でそういう態度を持った人というのは、they're actually already liberated そういう人もすでに解放されていると言っています。because they fully depend upon the という Lord. のはもう完璧に主に依存しているからですね。So naturally, the Lord feels obligated だから、 to protect and love such a devotee. そういうディボーティーは主は自分が守ってあげなきゃいけないというふうに思ってくださるんですね。However, the impersonalists, their attitude is, しかし、非人格主義者の態度というのは、I don't believe in a higher power. そのより高い力というのはない、そういうものは信じないと。I am the higher power. 私こそがより高い力なんだ。I don't want a relationship with a higher power. 私はそのより高い力との関係を持ちたくもない。I want to be the higher power. 私はそのより高い力になりたい。So liberation is very difficult. だからそういう人にとって解放というのはとても難しいことなんですね。And even if one merges with the Brahmajyoti, たとえブラマジョーティの中に融合していったとしても、it's a temporary situation. 非常に一時的な状態でしかありません。 And one may have to come back to the material world. そしてそこからまた物質界に来なければならないかもしれない。And the reason is because we are eternally individual souls. その理由というのは、私たちは永遠にその個人的な魂なんですね。So when we're in the material world, 物質世界にいると、we have a material ego, a human ego. その人間のエゴ、物質的なエゴというものを持って、この物質界にいます。And that ego is very afraid そしてそのエゴは非常に恐れています。and very unfulfilled そして満たされない状態でいます。and often very depressed, そして非常にその鬱な状態にもいます。very angry, 怒りもあります。very unhappy.
とてもアンハッピーな状態です。And so we may mistakenly think, そこで誤って考えちゃうんですね。if I can just die, もし自分が死ぬことができたら、if I can become nothing, で死んで無になることができたら、then I won't suffer. もう苦しむことはないだろうと。Yeah, so that's oftentimes the motivation for the impersonalist. で非人格主義者にとっての動機というのはそういうのが多いんですね。Yeah, they understand that the human personality is full of suffering. でその人間としての人格というのはもう本当に苦しみに満ちたものだと。So if I can escape that, then I'll be happy. そこから出すことができたらハッピーになれるだろう。Or I won't even be. I won't even be what? I won't be. で私が存在することもないだろう。Yeah, so no more suffering. だから存在しなければもう苦しみがなくなるだろうと。So it's just a pathetic attempt to escape. で非常に悲観的なもうその逃避の策略ですね。But we can never lose our individuality. でも私たちは決して自分のその個人性というものをなくすことはありません。自 We, 分の個性は絶対なくならないんですね。we all, even though we're one in spirit, で私たちはその精神的な面では、精神としては一つのものですけれども、and we're exactly all the same, そしてみんな同じものなんですけれども、 we have our own individual experience of life. で私たちはその自分のその人生というものをそれぞれの魂が個々に体験しています。So even if we merge into the Brahma Jyoti, だからたとえそのブラマジョーティに融合していったとしても、that individual experience can be suppressed but not lost. その個人的な体験というものは抑制される、そこで抑制はされますけれども、なくなることはないんですね。Yes. 私たちは永遠だから。Yeah, so there's a verse in the Srimad Bhagavatam. I don't know if I can find it right now. But it talks about how even if one merges into the Brahman, he can't stay there. でそのバーガタの中に、そのブラマンの中に融合したとしても、そこに長くずっと居続けることができないという説があります。I'll have to look for it later and put it in the chat. 今ちょっと見つけられないので、後で探してチャットに載せますね。Because I don't study anymore. あんまり勉強してないんで。Anyway, it's a nice verse. とってもいい説ですけれども。Okay, so I think I answered that question and talked so far about the purport. だから今、直美さんの質問にね、ちょうどここに載ってるところですけれども、その説明したと思いますけれども。So now we're coming down to the next paragraph. じゃあ次の文章に移りましょうか。As stated in the Vedas, the Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Narakto, Bhakta Vyapi Vijantar Ami, Atman, Antaratman. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many, many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. ベーダ・プルシャ・ボディニ・ウパニシャットには次のような記述がある。思考人格心は無数の超越的お姿で、純粋な献身者と永遠に交際なさっていると。The Vedic version is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. 主自らがギーターのこの説の中で、ベーダの見解を確証しておられる。He who accepts the truth on the strength of authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculation, attains the highest perfectional stage of liberation. ベーダの
権威と思考人格心の強さで、この真実を受け入れ、哲学的に推論して時間を無駄にしない者は、解放という最も高い段階の完成を手に入れる。ただ信念を持ってこの事実を受け入れるだけで、人は間違いなく解放に到達できるのである。Oh, I didn't read that part. I know. Simply by accepting this truth on faith, one can, without a doubt, attain liberation. So I want her to read that sentence again because it's so important. もう最後のところもう一回読んでください。ただ信念をっていうところ。ただ信念を持ってこの事実を受け入れるだけで、人は間違いなく解放に到達できるのである。Yeah, so this is a very important point here. で、ここではとても重要なポイントですね。And it's very good news for us. で、私たちにとってもグッドニュースです。Yeah, so if we simply accept that God is person, だから神というのはその人格のある人であるということを受け入れるだけで、and that he has no limitations, そして神は無制限だ、無限だということを受け入れることができれば、and we don't debate that fact or philosophically speculate about it. でそれを哲学的に推測したり、議論したりしなければ、Right? That God, he can appear any way he wants and do whatever he wants. で神様はもう好きな時にここにいらして好きなことをなさることができると。If that's our attitude, でそういう態度で神様を見ることができれば、 and we have faith in that, でそれに対して確実にその確信を持つことができれば、 then we're liberated. そしたら私たちは解放されたということになります。Simply by accepting this truth on faith, one can, without a doubt, attain liberation. ただ信念を持ってこの事実を受け入れるだけで、人は間違いなく解放に到達できるのであると。Now, we're not saying that may, without a doubt, finish our incarnations. もうここでもってね、この私がこの今のその決心、今のこの状態をね、から完全にその解放されるということではないですけれども、What we're saying is in a very short time, one will be liberated. その非常に短い時間の中で将来的にね、解放されるであろうと言ってるわけです。And won't fall backwards. で、そこから落ちてしまうことはないと。And that really taking shelter of the Lord is it's the only shelter. だから主の保護を受けることだけが本当の保護であると。Yeah, in other words, the path of Tariki 他力の道というのは、is it's the sure path, 他力の道こそが確かな道なんだ。right? The sure path to liberation. 解放への確かな道なんだ。And once one is on that path, で、一旦その道を歩くと、it's just a short time before one is fully awakened. 本当に完全に目覚めるまでにはほんの少しの時間しかかからない。Right? One is compared to all the incarnations we've had here. で、私たちはもう、I think when you use an incarnation, it's a little bit confusing. When you consider all the births that we've had here, で、私たちはこの地に何回も生まれ変わってきたわけですよね。で、そういうことを考えてみたときに、right? The time we have left is very short. だからそういう時間、長い時間、生まれ変わりの長い時間と比べたら、もうちょっとの時間でもって解放されますよっていうことですね。この他力の方法では。So in relative terms, you could say, yeah, we're already liberated. だから相対的に言えば、そういう意味では、もう解放されたと同じだなということなんですね。Right? We have no more doubt about the path. だからその道に対してもう疑いはないと。
Yeah, should I 完全 be に信じてこの道を行けばいいんだと。should I be a devotee or should I be an で impersonalist? ディボーティになろうか、あるいはその非人格主義になろうかと、こうぐらつくことはないということですね。 Should I depend on God or just depend on myself? 自分で頑張ってやらなきゃいけないのか、あるいは神様にね、その依存してやろうか、それをこうあちこち迷う必要もないと。Right? We're finished with all that. でそういうことはもう終わったと。そういう迷いはもうなくなった。And even our attraction for this material world. で例えばその自分のこの物質世界に対するさまざまな執着、惹かれる心、そういうものでさえも、Yeah, we're pretty much finished with that. もうそれもちょっともうそこでなくなったと。Yeah. So, we've been running this marathon. で、この長いね、マラソンをどんどんずっと走ってきたけれども、And we can see the finish line. で、ここでもう最後のフィニッシュのラインが見えてきた。Yeah. So in that sense, you can say we're liberated. でそういう意味で、私たちは解放されましたということを、そういうふうに言うこともできますね。Okay. Let's continue reading. はい、じゃあ、続けます。The Vedic version, Tapamasi, is actually applied in this case. タットバンアーシというベーダの見解はこの場合に当てはまる。Tapamasi means you are that. タトゥバマシ、 Mhm. タトゥバマシというのは、あなたはそれだという意味です。So this is the impersonalist mantra. でそれは非人格主義者たちのマントラなんですね。Yeah. When you're very present で例えば非常にそのプレゼンスの状態に自分を置くことができると、 and when you're aware that you're aware, そして自分は自覚しているということをちゃんと自覚できると、 I am that. と私はそれだというふうに言えます。But they think that's all there is. でもその非人格主義者にとってはそれだけなんですね。そこまでしかいけない。And this was the mantra Lord Chaitanya received from his sannyas guru. でこれがそのチェイタニア神が彼のサニアシグルから受け取ったマントラなんですね。Yeah, he whispered in his ear, で、チェイタニア神の耳にささやきました。 Tapamasi. タトゥバマシと。 But Lord Chaitanya explained to him でしかし、チェイタニア神は彼にこういうふうに説明したんですね。 the real meaning of Tapamasi. で、タトゥバマシの本当の意味は、 And actually, Lord Chaitanya liberated and initiated his sannyas guru. でチェイタニア神はその自分のサニアシグルを解放したんですね。 Because at the time of Lord そ Chaitanya, して入門したんですね。 at the time of Lord Chaitanya, all the sannyasis were impersonalists. There were no Vaishnava チ sannyasis. ェイタニア神がいらした時には、大体そのグルというのは非人格主義者のグルしかいませんでした。 Right. So in order to take initiation, in order to take sannyas, he had to take shelter of a sannyas guru. で、サニアシになるためには、そのサニアシグルからその入門を受けなければならなかったんですね。Keshava Bharati. ケイシャバ・バラティツという人から受けました。 So then Lord Chaitanya explained to him the meaning of Tapamasi. そしてチェイタニア神が彼にそのタトゥバマシというのはどういうことかということを説明したんですね。 He said, there's another meaning besides you are that. で、タトゥバマシというのは、あなたはそれだということの他にも意味があるんですよ。 The real meaning is you are his. 本当の意味は、あなたは彼のものという意味です。 You belong to God. あなたは神様に属してるんですよ。 So let's read this sentence again with that understanding. でそこの辺のところを考えながら、この文章をもう一回読んでみてみましょう。 The Vedic version, Tapamasi, is actually applied in this case. タットバンアーシというベーダの見解はこの場合に当てはまる。 Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, or who says unto the Lord, you are the same Supreme Brahman, the personality of Godhead, is certainly liberated instantly
and consequently, his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. 主クリシュナが思考主であると理解し、主に向かって、どうぞすみません。あなたこそ思考のブラフマン、すなわち思考人格心そのものですと言えるものは、直ちに下脱を得ることは間違いなく、主との超越的な交際も保証されている。In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion. 言い換えれば、そのような誠実な献身者は完成を得るということで、ベーダでは次のように断定されている。Tam eva verirvati mrityum eti nanya panta vijite yanaya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead. And there is no other way to achieve this perfection. This is from the Swatasvara Upanishad 3.8. 言い換えれば、ここは言った。ただ主を思考人格心であると知るだけで、生と死から解放されるという完全な段階に到達できる。この完成を得る道は他にない。シュベーター・シュバタラ・ウパニシャット 3-8。That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently, he will not attain salvation, simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting Bhagavad Gita according to mundane scholarship. これに変わる方法はないということは、シュクリシュナを思考人格心として理解できない人は、無知の様式にいるため救われることはないという意味である。蜂蜜の瓶の外側だけ舐めているようなものであり、俗的な学問でバガバットギーターを解説しようとしているに過ぎない。Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. このような経験主義の哲学者は、物質界では重要な役割を、何でしたっけこれ。担っている。担っていたとしても、下脱を得る資格を持ち合わせているとは限らない。Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. そうした傲慢な俗学者が主の献身者の言われのない慈悲を得るには、ひたすら待つしかないのだ。One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. だからこそ人は信念と知識を持ってクリシュナ意識を育てなくてはならない。That's the end of the purport. それが完成を手に入れる方法なのである。Okay, so let's read today's verse again. 今日の説、翻訳のこともう一回読みましょう。One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. アルジュナよ、我が権限と活動の超越性を理解する者は、その肉体を離れた後に、再び物質世界に誕生することなく、我が永遠の住処に浸りて住むのだ。So let me just summarize. ちょっと要約しますね。It's up until chapter 4. 第4章まで、the truth of God hasn't even been talked about yet. 神の真実というものはまだ語られてはいませんでした。Right? There's been lots of talk about the nature of the soul.
魂の質ということに対して多くを語ってきましたけれども、But now in fourth chapter, Krishna is introducing the concept of Ishvara or God. 第4章で初めてクリシュナはクリシュナをイシュワラとして、神としてここで表して説明しています。And explaining the similarities and the differences between the Atma and the Ishvara. そしてアトマとイシュワラの類似点と相違点を説明しています。Right? And so Krishna explains how he incarnates in a transcendental form. でクリシュナは自分はその超越的な体でもって降誕すると。And he's the Lord of all living そして beings. すべての生命体の主である。Right? And that he comes to establish the principles of religion で宗教原則を立て直すためにこの世に来ると。and protect the そして devotees リボティを守り、and to annihilate the demons. で悪魔たちをやっつけるためにこの世に来ると。Yeah. And so he's clearly making a distinction between himself and Arjuna. でそうやってアルジュナと自分自身の区別をつけてるわけですね、はっきりと。Yeah, he's saying, I'm God, 私は神様なんだよと。 and you're an individual でお前は soul that's limited. その制限された個人の魂なんだと。Right? I can remember all of my appearances, but you cannot, で Arjuna. 私はね、この世に生まれから変わってすべてのことを覚えているけれども、お前は覚えてないんだよ。Yeah. So we're similar, but we're different. だから私たちは似てはいるけれども違うんだと。And so in this verse, Krishna is saying, if you accept that I'm God, that you're not God, and that I'm God, だからこの説でクリシュナが言ってるのは、だから私が神様であって、お前は神様じゃない。お前たちは神様じゃないということをちゃんと受け入れることができれば、 right? When I come to this material world, my activities are transcendental. They're not karmic. で私がこの世界に来てやるさまざまな活動っていうのは、そこにはカルマは生まれないと。超越的な活動であると。Right? If you understand that, でそのことをちゃんと理解できれば、 and you accept that I'm the higher power, そして私こそがより高い力だということを受け入れることができれば、 and your power depends upon me, お前の力は私に依存してるんだということを理解できれば、 then you won't have to take birth again in the material そし world. たら物質界でまた生まれてくることはないよというふうに言ってるんですね。Yeah, so that's a pretty fantastic statement. 非常に素晴らしいね、ことをおっしゃってますね。 Yeah, so he's saying very clearly here in Bhagavad Gita, I'm God. でだからバガバドギーターでもはっきりと主は私こそが神なんだというふうにおっしゃってます。 Right. The soul and the Ishvara, they are very similar. でソウルとイシュワラというのは、魂とイシュワラというのは非常に似てはいるけれども、 Right? They're both eternal. 両方とも永遠だし、 They're both conscious. 両方とも意識を持ってる。 They're both full of joy. 両方とも楽しみに満ちている、喜びに満ちている。 They're both individuals, それぞれのその個性を持っている。 but there's a difference. しかしそこには違いがありますと。 I'm the source. 私こそがそのすべての源なんだ。 I'm the controller. 私こそがコントロールする人なんだ。 I'm the only independent power. 私こそがたった一人の独立した力なんだ。 And everybody else depends on me. すべて他のものすべては私に依存している。 Right? Arjuna, if you can understand that, でアルジュナよ、それが理解できれば、 and if you accept that, そしてそれを受け入れることができれば、 then you don't have to take birth again in the material world and you can obtain my spiritual abode. そうすればお前は二度とこの物質界に生まれくることもないし、私の王国にちゃんと到達しますよというふうに言ってるんですね。 Yeah. So Krishna is speaking to Arjuna, but he's speaking to all of us. でもちろんクリシュナはここでアルジュナに向かってこういうふうに話してるんですけれども、私たちすべてのものにも同じことを言ってるわけですね。 Okay, so I'll stop there. で、ここでお話は終わりますけれども、 And if you have any points you want to discuss, feel free. みんなで話し合ってみたい点とかありましたら、どうぞ言ってください。ハレクリシナ、
すいません。質問があるんですけれども、よろしいでしょうか。どうぞ。はい。今、先ほど、タットゥバンアシの、意味について説明してくださったと思うんですけども、その中で、最初に、チャイタンニャが、グルーからもらったマントラの意味っていうのが、あなたはそれだ。その非人格のサニャシからもらった、意味っていうのが、あなたはそれだというふうに、今おっしゃったかなと思ったんですけど、そのあなたはそれだっていう言葉のその意味っていうのはどういうことでしょうかっていうのが1点目の質問です。So the one question she has was when you talk about the Chaitanya Mahaprabhu got the initiation from a personalist sannyasi guru, he said Tattva Masi. And then you said you are that. But what does that mean? What does that That word? means the eternal awareness. When you recognize you're aware, で例えば自分がその意識しているということを意識するとき、you are that. That's what when you notice that, でそれが分かるときに自分はお前はそれなんだよと。難しいよね。well, you recognize that I exist. だから自分がここに存在しているということをちゃんと認識できる。And that experience of awareness その体験をちゃんと自覚したとき、that's Brahman realization. それがブラマンの悟りなんだって。Yeah. So that's the way the impersonalists describe that realization. で、だから非人格主義者はその悟りっていうのをそういうふうに説明するんですね。Actually, I didn't tell you the complete story or the correct story. 正確にお話ししませんでしたけれども、The night before Keshava Bharati Swami was to give sannyas to Lord Chaitanya, he had a dream. でそのケーシャ・バラティスワミがチェタニャシにそのサニヤシの入門を授ける前の晩にね、フーハラ・ジュン、ケーシャ・バラティスワミは夢を見たんですね。And Lord Chaitanya appeared in his dream でその夢の中にチェタニャシが出てきました。as the Supreme Personality of 最高 God 人格出身として出てきたんですね。and explained to him the real meaning of Tatvamasi. そしてそこでもってそのタトゥバマシの本当の意味をケーシャ・バラティスワミに教えました。Which means I belong to you. I am, you are his. でそれはどういう意味かというと、お前は私のものだと。私は最高人格出身ですね。And so at that moment, Keshava Bharati realized the Supreme Personality of Godhead. そしてその時にケーシャ・バラティはその最高人格出身というものが誰であるかということが分かったわけです。And he surrendered to Lord そ Chaitanya. してチェイタニャ神に身を委ねたんですね。Yeah. So the next day, when he initiated Lord Chaitanya into sannyas, で Keshava Bharati was already a devotee. だからその次の日に翌日その入門式があってチェイタニャ神に入門を授けた時にはもうケーシャ・バラティスワミはすでにディボーティだったわけです。But this meaning of Tapamasi in the purport is not actually explained. So I could see how many devotees might read this and not understand it. だからタトゥバマンシっていう言葉がここに出てきますけれども、正確な説明はここされてないから、これを読んだ人はね、よくわからないかもしれません。Especially if you haven't experienced Tapamasi. 特にタトゥバマンシを体験したことのない人は。Or if you don't know the story of Lord Chaitanya. あるいはチェイタニャ神のストーリーを知らない人はね、わからないかもしれ You ない。can easily read this purport and read Tapamasi and not get it. だからこの解説を読んだとしても、そのタトゥバマンシのことがどういうことなのかってわからない人たくさんいると思います。今のでわかりましたか？難しいよね。でもわかりました。タトゥトゥワンアチの、一般的なというか、その非人格的な
意味というか、ブラフマンの悟りの意味でのタットマンアシは、あなたはそれだで、それは、自分が意識していることを意識している。で、ごめんなさい。わかったというか、まあ、悟ってはいないのでわからないんですが、まあ、そういう説明だったと思うんですが、それで2番目に、ここに書いてあるプラッパドの解説は、あなたは思考人格心そのものです。だから、主、クリシュナが思考人格心であるっていう理解。それがタットバン足。これをちゃんと理解したら、私のとこに来るってクリシュナが言っていて、で、さらに3番目の意味は、今、チャイタニャがそのグルの夢に出てきて教えたっていう、あなたは私のもの。で、その生命体は主のものであるっていう、その3つの意味なのかなと、思いました。合ってますか？合ってます。合ってます。ありがとう。Now あ I りがとう think ございます。people hearing from you, your understanding, I think it was easier for them to understand. 今、あなたがもっと簡単な言葉で端的に言ってくださったから、他の人ももっとよく分かったと思います。この話はチャリタムリタにあるんですか？ No, that is in the Chaitanya Bhagavat. チェイタニア・バガバットっていう本だそうです。そういう本もあるんだ。チャイタニア・バーガバタ。Yeah, the Chaitanya Bhagavat is written by Vrindavan Das Thakur. ブリンダーバン・ダスタクーラっていう人が書いた本ですね。And it's more of a direct biography. There's not a lot of philosophy in it like there is in the Chaitanya チェ Charitamrita. イタニア・チャリタムリタの中にあるように哲学的な話はあんまりないんですけれども、どっちかというと自叙伝みたいな話だそうです。And it was written before the Chaitanya Charitamrita as well. チェイタニア・チャリタムリタの前に書かれた本ですね。And there's another book called the Chaitanya Mangala as well. チェイタニア・マンガラという本もあります。I forget who wrote that. 著者は忘れましたけど。I want to say Lochan Das Thakur, but I might be wrong. ありがとうございます。説明してくださったかもしれないんですけど、質問があるんですけど、私多分非人格主義をちょっと違って解釈してたと思うんですけど、非人格主義はなんか神様のことを認めていて、存在もちゃんと自分より力があって、ただ姿がないっていう認識なのかなっていうふうに理解してたんですけど、それではないってことですか？ She thought impersonalist is they accept the God, but he doesn't have he's not. They don't accept God as a person. They accept the God as a light. And he doesn't have the personal human-like body. So that's the impersonalist. That's how she understood. So was that wrong? Well, that's an aspect, yeah. それも一つの見方ではあります。Their idea is that there's no individual. で、彼らのその考え方っていうのは、その個性がなくなってしまうということですね。個人がいなくなっちゃうっていうことね。And like Sukadev, so that you could also say there's two categories of impersonalists. なんかその非人格主義には2つの種類があるとも言えます。
there's the innocent category. でちょっとあんまり無垢な無垢なというか、 Like, like Sukadeva Goswami was an impersonalist. なんかスーカデブ・ゴスワミも非人格主義者だった。So were the four Kumaras. 4人のクマラもそうだった。They had realized oneness. で、彼らはその一体感っていうのは悟ってたわけですね。When you realize that you're pure awareness, 自分はその純粋な意識だということを悟ると、 even though you're having a personal experience of that, たとえその個人個人としてのそのさまざまな体験をしていたとしても、 there's no longer any distinction between you and me. そうすると自分とその相手とのその区別っていうのがなくなりますよね。Or you are God. あるいは自分は神だと。神と自分との区別っていうのもなくなります。Everything is just one and the same. で、すべてのものが一つであり、同じであるっていうことになっちゃう。Now, there are those who haven't had that realization, で、その悟りがない人たち、 but they want that でも realization. その人、そういう悟りを開きたいと思ってる人たち。 Right? And they debate about that realization, even though they don't have that で、 realization. その悟りがなかったとしても、その悟りについてもさまざまな討論をこう交わして、 Right? And they argue over the Vedas. でベーダのことについて、ベーダのこととかね、いろんなことをこう討論する。 And they're actually against the idea of a higher power. で、そういう人たちっていうのは、その自分より上の力というものがあるというふうには考えてないんですね。 So, and they have an aversion to で、 God. そういう人たちっていうのは神に対して、その神というものはいない、自分のより強い力はないというふうに感じている。 And they don't even have realizations. そういう人たちは、その何の悟りも持ってない人たちだ。 But they chant, they debate about impersonalism and personalism in the Vedas. で、そういう人たちはベーダの中でもその非人格主義についていろいろなさまざまな討論を繰り返して、 So they're on the level of belief. で彼らはその自分が信じるか信じないかということ、そういうレベルにしかいないですね。 Right? And they're chanting Tapamasi そしてタトゥーマシを唱えている。 and imagining we're all one. そして自分たちはみんなその一体である、一つであるということを想像しているわけですね。 And they call each other Narayan. で、お互いにナラヤンと呼び合う。 So that's very different than somebody like Sukadeva Goswami. で、そういう非人格主義者たちっていうのは、スーカデブ・ゴスワミのような非人格主義者とはちょっと違いますよね。 He had no aversion to God. で、スーカデブ・ゴスワミは神のことを嫌だとか拒否をしてなかった。 Right? Same with the four 4 Kumaras. 人のクマラもそうです。 Right? As soon as they smelled the aroma of the Tulsi, もうトラシのその香りを嗅ぐや否や、 they immediately became devotees. すぐにディボーティになった。 Right? There was no obstruction to them becoming a devotee. だから彼らがディボーティになるには何の障害物もなかったわけです There ね。 was no obstruction in their heart. で、その心の中に何の障害物もなかったわけです。 Same with Sukadeva それ Goswami. からデブ・ゴスワミもそうです。 As soon as he heard the glories of the Lord 神の栄光をたたえるのを聞いたら、 and heard Srimad Bhagavatam, そしてシューマッド・バガヴァッドも聞いたら、 he immediately became a devotee. もう直ちにすぐにディボーティになった。 Right? That's an advanced pure devotee. もう本当にね、発達した純粋なディボーティになったです。 His なりましたね。 his full love for God just woke up. で、もう直ちに一瞬でもってその神への愛が目覚めた。 Yeah. So there's a difference between those who impersonally realized でそういうふうに非人格的に目覚めた人と、 that have no aversion towards God. 非人格に目覚めていながらその神に対してね、その拒否感を持ってない人と、 And then you have the conditioned souls that are on the impersonalist path that have an aversion to God. で、その条件付けられた魂でもって、その非人格主義のことを語り合って、
しかし彼らは神というものを拒否している人。Yeah, so we have to be careful to make those distinctions when we talk about impersonalism. だから非人格主義っていうことを語る場合にね、やっぱりそういう違いがあるというのをちゃんと覚えておかなきゃいけないですね。はい、今クリアになりました。2種類あるっていうこと。危ないですね。ちゃんと理解しないと。ありがとうございます。Confusion. 他の方、質問ありませんか？もう一つ質問がすみません。どうぞ、カティアニさん。私のは感想です。なんですかね、クリシュナは源であって、支配者であって、独立した力を持っていて、他の人はそれに依存しているっていうところが、すごい頭ではいつも理解してるんですけども、なんかさっき話を聞いて、私の力はクリシュナに依存しているっていう言葉が出たときに、なんか私結構これ忘れやすいなって思いました。だからチャンティングしてたりとか、何かいいことがあった時とかは結構依存しているっていうか、まあ本当クリスチャンのおかげだなと思うんですけど、そうじゃない日常の生活の時は私の力ってすごく思って生活していること多いなと思ってちょっとハッとしました。なのでまあちょっとまだそういう時間が増えないんですけど、常に思っていられるようになったらいいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。Hamu. So it says Krishna is the main power, and Krishna is the source of everything, you know. But it's really easy to forget about that, especially in your day-to-day life. You oftentimes you think that, oh, I'm doing this, and you know, I'm doing this. Maybe sometimes when you're chanting really nicely, you might feel like, oh, Krishna, thank you, Krishna. It's your power that making me this way. But oftentimes she forgets that it was done by Krishna, you know. So she would like to feel more about or have that conviction that yeah, Krishna is the source of everything. Krishna is the source of the power. So that's cancel. Arigato. I've heard, you know, some people, they put a timer on their phone. No. Yeah, and every hour the alarm goes off 1時間に1回だけでもアラームが鳴るようにタイマー入れてね。 and they take a present moment break. でそこでもってプレゼントの瞬間の休息を取るようにしてる人がいるそうです。Yeah, and they take a moment to feel their life でそこでもって自分がここで生きてるなっていうのを感じながら、 and to thank God. で神様に感謝をする。 Yeah, and they contemplate how everything is occurring, you know, by God's power, not by our own power. でその自分の力じゃなくてね、その神様の力で全てのことが回ってるってことをその時にちょっと考える。そういうブレーキを取ることをやってる人もいるそうです。ありがとうございました。ちょっとなんか、工夫しないと、すぐ自分の力だって勘違いしちゃうなと思ったので、参考にしてみます。ありがとうございました。ありがとうございます。今ちょっとプレゼントブレーキしてますから。はそういう体の動きだって私たちにコントロールすることもできないわけだからね。あ、そうですね。行くたびに思い出してもいいよね。あ、そうですね。はい、よくわかりました。他にありますか？感想があります。いいですか？私ね、要は、クリシュナに依存すれば必ずね、神の国に行けると。もう最初にバガバットギーターをいろいろ教えてもらった時からそういうふうに言われてるんですけども、私は言われてもやっぱり自信が持たないなっていうのがあって、
まだ修行が足りないと。で、そんな話を、ディボーディの誰かにしたら、いや、それは冒涜だって言われて、信じなさいって言われたんだけど、その辺はどうなのかなと思って。いや、もっとね、そういうふうに考えるよりは、私はまだちょっと修行が足りないんで、来世ももう一回、物質界で修行した方がいいんじゃないかって思うことがよくあるんですよね。うん。どうなんでしょうねっていう感じ。So, you know? Well, he said, even from the beginning, you know, he learned from Bhagavad Gita that you have to believe that Krishna is a supreme person and he controls everything. But oftentimes he can't really believe that, right? Because he feels like I'm doing it, right? And he told some devotee about that, and he said, "Oh, that's an offense when you were thinking that like that. You should believe that Krishna is a supreme controller and he does everything for you." But it's very, very difficult to always feel that way. Yeah, it's not like it's such a Offensive. well, yeah. I mean, it's not so. I can't find the right word. It's not so strict like that, you know. It's not naturally we're under the control of the ego and we're thinking the ego's claiming to be doing everything. でもね、私たちは当然ね、そのエゴの支配下にあるわけだから、エゴがいろいろやってる、自分がいろいろやってると思うのは当然なことですよね。だからそんなに厳格に完璧に信じられることはできないと思いますね。So we don't have to see how absolutely I'm not the doer. だから本当にもう完全にね、絶対に私がやってるんじゃないっていうふうにいつも考えなきゃいけないということではないです。We just have to recognize that we have no independent existence. ただね、自分はその独立したね、その存在はしてないっていうことを知っておかなければいけないということ。Right? Everything is being given to us and being done for us. もういろんなことが私たちに与えられて、そして私たちのためにいろんなことがもうすでになされているということをちゃんとそういうことを頭に入れておかなきゃいけないということですね。Right? The air, the water, the sun. 空気もそうだし、太陽もそうだし、Yeah. The way the body works and does 体がね、こういろいろ動くのもそうだし、いろんなことが私たちのためになされてるわけじゃないですか。We're not doing any of that. 私たちは何が自分でやってることなんてもう本当にないですよね。And we depend on that. Everything. そういうものに私たち依存して生かされている。Yeah, so in this way we can see, we don't have to see I'm not the doer, but we have to see I'm not the independent doer. だからその私がいろんなことをやる人ではないっていうことをいつも考えなきゃいけないっていうことよりも、私こそが、ちょっと待って、もう一回。I'm not the independent doer. 私はその神に依存しないでね、その一人でいろんなことをやってる人だっていうふうに考えるではなくて、Everything is すべてが given. クリシュナからの贈り物であって、クリシュナによっていろんなことが回ってるんだよということを覚えておかなきゃいけないと。Even our だから very, 生かされてるということをね、覚えておかなきゃいけないということですよね。自分がやってるんじゃなくて。even our very life. 私たちの命そのものももちろんそうですけど、We're the sun ray, 私たちは太陽の光でしかないと。but we don't exist independent of the sun. 太陽がなければその太陽の光はないわけですから。We only exist because of the sun. で太陽があるからこそ太陽の光があるんだと。それ私たちはそれと同じなんだ。Yeah, so we have to take moments to reflect upon our だから dependence. そういうことをね、そういうふうに私たちは神に依存しているという、そのことを考える短い時間をね、こう取ってもらいたいということです。And then we feel grateful. そしたらそれに対する感謝の気持ちが出てきます。And that's bhakti. それがバクティとつながるんですね。
And otherwise, it's just mechanical ritual that's devoid of life. で、そうでなければね、もうその命の入ってない、その機械的なさまざまな儀式でしかない。Yes. Well, thank you for that reflection. 感想ありがとうございます。ハレクリシュナ。もう一個質問してもいいですか？どうぞ。あの時間、あれですか？大丈夫ですか？大丈夫。違う説の質問なんですけど、最近、ね、キールタンで有名なアチュータ・ゴッピーさんって知ってます？黒人の方で。すごく、まあいらっしゃるんですけどね。その方のなんか SNS 見てて、その方がこの16章の1節から3節のギーターの節で、こんなリアライゼーションがあったんだっていうシェアをしてたのを聞いてたんですけど、その時に、そこには超越的な質、24個の質について書かれている説で、この私たちが超越的な質を育むためには、まず自分にね、なんかジェントルであることで、コンパッション、思いやりを持つことで、自分にforgiveness、許しを与えることだよっていうことをおっしゃってて、もう普段サチャ先生が言われているようなお話の中で。で、そういう気づきがあったんだっていうのをシェアを聞いて、すごいいいなと思って、すごく私にとってその説がもっと親近感持てるようになったんですね。で、その時に、英語ではこの16章の1から3節の草間っていうサンスクリット語の訳は、寛大さって日本語で訳されてたけど、英語では forgiveness ってあって、寛容性、そこに許しとか寛容とか寛大とか全部入ってるんだけど、調べたら。でも、許しって言葉使うとまた違うなって思ったんですけど、これどういうふうにプラパーダはなんだか解釈とか説明してくれたのかなって思いました。この言葉について。草間 草間。So, on chapter 6, scenes 1, 2, 3, there's a word kusama. And then she had said it was forgiveness, the person, the Chutagopi. Mm-hmm. And then, but in Japanese, it says, 日本語では何だって？あと、寛大さとか寛容性。寛大さ。It's like, 寛大さ would be like magnanimity, that you can be kind to others, you know, that kind of stuff. Generosity. Generosity. So what did the Prabhupada actually meant about kusama? Well, we have to look to the purport. I'm trying to find it. 一応、英語では forgiveness と書いてあります。In the purport? 大切なところに書いてあります？この普通にワードトゥワードにも forgiveness って書いてあるし、I'm just looking for, in the purport, Prabhupada gives a further explanation of of the divine qualities. で、プラバパで多分ね、その解説の中で、その超越的な質についての解説してると思うんですよね。So this is going to be down near the end. 日本語では解説には許してやること、軽い罪を許してやることもありますっていうふうには書いてあります。
It's a long purport. And I don't have a lot of time, so I'm trying to skim down to find it. そう解説が長いからね。だから文章の中でどういうふうにプラブパードが説明しているかということが分かればもう少しうまく分かりやすく説明できると思うんですけど。I want to see what Prabhupada says about it. I can give you my own understanding. まあ、プラブパードがどういうふうに説明しているかっていうのをちょっと見たいと思うんですけれども、自分が分かる範囲で説明することもできますけど。You know, and it's similar to Bhaktivinoda Thakur, he says that bhakti or love for God is composed of three qualities. で、バクティブのタクルが言ったのと同じようなことで、そのバクティというのは3つの質でもって成り立っていると。Humility, 謙虚さ、compassion, コンパッションというのは同情の心だけど、もっとこう、OK。empathy. で、エンパシーっていうのはもっと他の人と共感して自分もちゃんと感じてあげられるような同情さね。And forgiveness. そして、許すこと。So humility leads to compassion. で、謙虚さがその同情の心を生むと。Yeah. And of course, humility comes from honesty. で、その謙虚になるためには正直にまずならなきゃいけない。Yeah. So when we honestly understand our situation, right? で、本当に自分のいる立場というものを正直に理解できたときに、How small we are, で、私たちがどんなに微小なものか、小さいものか、how we're conditioned by ignorance. で、無知でもって習慣づけられているか。That takes humility to admit that. で、それを本当に受け入れるのには、やっぱり謙虚さがないと受け入れられませんよね。But without honesty, you couldn't see that or admit that. でも正直にならなければそれを見ることもでき、そういうものがあるということを見ることもできないし、受け入れることもできない。Yeah. So when you can see that about yourself, だからそういうことを自分の中にちゃんと見ることができれば、you feel compassion. で他の人に対しても優しくなれる。Just like when you see a child learning to walk and falling down. 例えば子供がね、ちっちゃい子がその歩き始めた子供を見たときにね、何回も転ぶじゃないですか。There's an understanding. で、そしたらそれを見たら分かると。So if you have that, で、そういう気持ちがあったら、then you can forgive. そしたら他の人を許してあげることができる。You can first forgive yourself. まあ最初に自分を許してあげることができる。That I became a conditioned soul. 私はそういうね、習慣づけられた魂になったんだと。I'm covered by ignorance, で、無知に覆われてて、which makes me afraid, で、そのために私はいろんなことが怖いと。which makes me selfish. で、だから怖いから自分中心になってしまう。Then when you can admit that about yourself, で、そういう自分がいるということを認めることができれば、then you can forgive yourself. そしたら自分を許してあげることができる。Then you can forgive other people. そしてそれができたら他の人をも許すことができる。So it's the natural result of self-realization. だからそれはその自己を悟るもう本当にナチュラルの結果なんですよね。Right. 当然の結果として出てくるものですね。You see what you really are, 本当の自分ということがまずわかる。which is a pure 本当の自分というのは純粋で、pure soul. 純粋な魂だと。Yeah, an expression of God そして神の表現の一つであると。that can never be devalued. で、それは決してその価値がなくなることはない。If you see that in yourself, で、それが本当の自分だということが分かれば、 then you see it in another. それを他の人の中に見ることもできるはずです。And if you see how you've been caught and overcome by Maya, しかし自分はこのマヤの虜になってしまっていると。then you can forgive that. で、それを許してあげることができる。それがマヤの虜である自分を許してあげることができる。Right? You're an innocent child born and conditioned. で、私はこういうね、
無垢な子供でもって、そういういろんなことを条件につけられて生まれてきた無垢の子供だったんだと。then you see that in somebody else. そうすると自分がそういうものだったということが分かれば、他の人もそうだったんだと。But you can't do that when you're hurting. でも自分がね、まだまだ傷つけられて痛い思いをしているときにはそれできない。Right? If you feel like somebody offended you and hurt you, 例えば誰かにね、その無礼を働かれて、まだ自分もすごい苦しんでると。yeah, then you're still identifying with your ego. そうするとその苦しんでる自分っていうのは、そのエゴでもって、エゴが自分だと思い込んでるから苦しんでるわけでしょ。Right? The ego is angry で、エゴはもう怒りに満ちてるわけ and ですよ wants ね to。punish だからもう相手を何とかして罰してあげたいと。っ because it's hurting. ていうのは自分も痛めつけられたわけだから。But if you can accept that anger, でもその怒りを受け入れることができれば、and then begin to see that it's coming from your own conditioning, そしてこの怒りは自分のさまざまな習慣から来てるんだということが分かれば、it's not coming from because of what somebody did outside. 自分の外の誰かがね、自分に向かっていろんなことを言ったとかやったとか、それによってこの怒りが出てるんではないということが分かったら、Then you can accept that anger. そしたらその怒りを受け入れることができる。 You can forgive it. そして許してあげることもできる。 That sets you free. そしてそれが自分を自由にさせる。 Then you can forgive it in そう another. すると他の人に対しても同じことができる。 Yeah, so forgiveness really is a result of your own spiritual awakening. だからその誰かを許すっていうことは自分のその目覚めがあって初めて他の人に対して許すことができるということですね。 Just like the Avanti Brahman. でアバンティ・ブラマンのようにね。 He realized that there's no enemy except his own mind. で彼はもう他には誰も敵がいないと自分のマインドだけが自分の敵なんだと It いうことが分かった。 was all created in our own で mind. 自分のマインドの中で全て作り上げられたものだと。 Yeah. So when we see that, then forgiveness arises. でそういうことが分かると許す心が出てくる。 So you can see how humility and compassion and forgiveness is actually pure love or pure bhakti. だからこそその謙虚さ、そして慈悲の心、そして許す心っていうのがそれがバクティになるっていうことが分かるはずです。 Yeah, pure bhakti 純粋なバクティにつながるものだと。 or unconditional love. で無条件の愛になるものだと。そういう質があればね。 So that's what we're all working on. でそこの辺をね、私たちは一生懸命頑張って学んでるわけですね。 But it's an inside job. でもそれはね、自分の心の中の問題ですから。 Yeah. That's where the work is done. でそこでもって一生懸命いろんなことを学んでいかなきゃいけない。 So that's my understanding of forgiveness. でそれが私が考えるその許しっていうことですね。ありがとうございます。じゃあ、ここのチャプター16の1から3節にある Forgiveness は許しっていう意味で理解していいですか？なんか日本語ではなんか寛大とか寛容性って書いてあるから、ちょっと雰囲気違くないですか？許しと寛容性って。Yeah, forgive is to let go, but on a deeper level, you realize there's nothing to forgive. 本当に深く見ればね、許すなんてことはありえない。本当は許すなんてこと許すべきものなんてないわけですよね。That's the real forgiveness. それが分かることが本当の意味での許しですね。だって人を許す、自分の中にあるものを許すわけだから、それが強いては人を許すことになるわけでしょ。だから人を許すなんてことはないわけじゃないですか。自分が許されれば、もう人もおのずから許されるということだよね。Because spiritually everyone's perfect. 精神的にはもうすべてのものがパーフェクトだから。
And it's only due to ignorance that we see imperfection in ourselves or in で others. 無知であるからこそ、その自分の中にも他の人の中にもその不完全さを見てしまう。Otherwise, forgiveness is still part of ignorance. そうでなければね、その許しっていうのは、無知の一部にしか過ぎないよね。I'm still judging that person. というのは、私はあなたを許してあげるって、その相手をそうやってジャッジしてることでしょ。And I'm still angry. で、怒りもまだあるかもしれないね。So I'll forgive you so I can feel better. その怒ってるからこそは、私があなたを許してあげて、じゃあもう怒りが静まるようにね、許してあげましょうと。But I'm still in ignorance. でも、そういう許しっていうのはまだ無知の許しですよね。There's no freedom. でそこには自由もない。深いですね、許しって。ありがとうございます。Right. So next time we get together, let's see. Oops, wrong one. So next time we get together on the 17th? はい。17日ですか17日。はい。じゃあ次回は17日の8時半からになります。So we'll be on Bhagavad Gita 10 4:10. Okay. Okay, see you then. はい。じゃあその時にまたお会いしましょう。はい。はい、今日はありがとうございました。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 Next あ week. りがとうございました。サッチャデーバプラブキージャーはーい。じゃあ、シリマドバガバッドギータキージャーバイバイ。あハリーはありがとうございました。ありがとうございました。